聞こえます。古からの導きが。皆さん、私の夢枕にゆらーっと立ったのは誰だと思います？なんと卑弥呼様なんです。なんと古の大巫女卑弥呼様がですか。して卑弥呼様はなんと千歳の時を経てもなお争いの絶えぬ今を強く憂い、私にこの乱世を平和に導くようにと。我は古の観覧卑弥呼、和田摘の巫女鶴姫よ、我の声が聞こえますか？はい、こちら鶴姫、バッチリに聞こえますよ。この国に散らばる乱世の種を摘み取るのです。さあ進みなさい。日輪の光が指し示す方へ。ご親切に道案内までありがとうございます。私の船の皆さん、いざバビューンとあっちです。鶴姫よ、聞こえますか？はい、こちら鶴姫、どうぞ。この地に芽吹いた乱世の種、パパッと摘み取り完了です。あなたになら見通せるでしょう。この土地の民、未来永劫を訪れる太平なる姿を。はい、見えました。未来の先までずすーいと平和です。次はどちらに参ればよろしいですか？日輪よ、次なる乱世の種を指し示したまえ。はい、ギランと眩しい光の先のあっちに永遠の安寧を求めて行きますよ、皆さん。鶴姫、先ほどは見事な戦ぶりと言えましょう。まるで若き日の我を見るようでした。卑弥呼様も自ら戦われていたんですか？私、戦は嫌いですが、もう少し頑張れそうです。我を継ぐ者としてあなたほどふさわしい者はおりません。鶴姫よ、いずれ時代の卑弥呼を名乗るがよいでしょう。本当ですか？皆さん、私なんと二代目卑弥呼に任命されてしまいました。なんとそれはめでたい。しかし姫御前、我らの社も変わらずもう出ていかねばと。はい、掛け持ち巫女、大忙しですね。さあ、休んでいる暇はありません。次なる乱世の種を摘むとしましょう。はい、では私の船の皆さん、二代目卑弥呼にいざつつーいとついてまいれ。鶴姫よ、聞こえますか？鶴姫よ、返事をしなさい。はい、こちら鶴姫、どうぞ。あなたがそれでは兵の士気が保てませんよ。でも平和のためとはいえ、戦に戦を重ねて導きの光の先に求めるものはあるのでしょうか？日輪を見つめ続けること、それには痛みを伴うのです。でも卑弥呼様、私ちょっとわからなくなってきました。卑弥呼様、悩んだりもしたけれど、私ガシッとつかみました。悪い子のお尻をペンペンとする感じの優しい気持ちで立ち向かえばいいのですね。そのような生ぬるい方法ではいけません。鶴姫よ、我の指し示す地、そこを落とし制するのです。実は
私にも見えるようになったのですよ。次に摘むべき乱世の種、そこへの道が。鶴姫、我が示す方向はそちらでは。分かっています、卑弥呼様。私に正しき道が見えているかお試しになったのですよね。鶴姫、そちらを責めてはなりません。小娘、我の話を聞きなさい。鶴姫よ、何故日輪を裏切るのです。私の見立てではあそこに乱世の種はありません。私間違っちゃいましたか、卑弥呼様。正解ですか？やったー！鶴姫よ、もはや我が指し示す日輪の光は不要だと考えているのではないでしょう。でも卑弥呼様、私は2代目としてズバッと自立しなければなりません。卑弥呼様も私が一人で乱世を治めることを望んでらっしゃるのではないですか？卑弥呼様？卑弥呼様、この戦を乗り越えればついに日の本はバシーンと天下太平です。卑弥呼様、どうぞ。卑弥呼様、聞こえません。卑弥呼様のお声が。卑弥呼様。もしや決戦を前に姫御前にはもうご神託が必要ないということでしょうか。そんな、私はまだまだ未熟者です。卑弥呼様、どうして答えてくれないのですか？姫御前、刻限です。そろそろ戦のご準備を。卑弥呼様、こちら鶴姫、どうぞどうぞ。お声がもう聞こえません。でも私は大丈夫。ようやく訪れた太平の日の本、卑弥呼様の意志を継ぎ、ドーンと守ってみせますよ。俺の未来の嫁さんどこ？こらー！せっかく戦が終わったのに喧嘩はダメです。一人一人順番にこの2代目卑弥呼鶴姫がズバーンと占っちゃいますからね。日輪よ、次なる乱世の種に和田摘の巫女を導きたまえ。皆さん、あの光が指し示す場所はどちらですか？出雲の国尼子郡です。現在は領主春久殿が行方知れずとの噂もあります。それは気の毒に。しかし天下太平のためにはやはり攻めなければならないのでしょうか。姫御前、お心痛むやもしれませぬが。はい、どんな戦も天下太平のためならやむを得ない。そうですよね、卑弥呼様。その通り。駒は駒らしく黙って従えばよい。いや、ともかく我を信じよ。信じる、それなら私の得意技です。もう大丈夫、これならドドンといけそうです。いざ輸入。鹿くん、あなたのような装飾風でも摘むべき乱世の種なのですね。来たな。僕は尼子重勇士見習い山中鹿之助。この砂が
あれなんだっけ。ちょうどよかった、鶴姫さん。僕占ってもらいたいことがあって。主人の春様が行方不明で、その居場所を。うわ、いらないで、僕は無実です。あれがアナゴの旧勇士。奴らを全員倒せればこの地を戻せるということか。一つ予言するぜ。イオコーノの未来は最高だな。まるで下手人を見るためで僕を見ないでくださいよ。俺たちを見つけてよ。だってやろうよ。落ち着いて情報の整理をしませんか。引き込んでやるのさ。俺たちの砂の世界に切り直すな。その子もまた一番星よ。全ての私のご利用の賜物です。了解。俺たちが来るぞ。総評でも良いではないか。我らこそ小の総評よ。見事だったよ。あんた方俺たちが行け行け。進め進め。あの戦果を示していこうです。一歩よせ。私は卑弥呼様の命で資格を懲らしめに来ました。卑弥呼ってあの昔話？夢でも見たんすか？お守りください。あの八幡というさ。幾千もの夜と孤独がむさびなき砂の攻撃は生まれた。それを書きたったのは卑弥呼ではなく卑弥呼でと呼んでいただこうか。ごめんなさい、シカ君。でも卑弥呼様がこの地を光で示したのです。安寧のためあなたを撃つべきだと。何？光？安寧？その証言何かが引っかかりますね。こんなこともあろうかと。あなた方にくだらしいはず。一発びっくりです。ご神託があれば俺たち敵なしだ。彼の正義は本当だってめったになんですよね。ご神託になれば明日のあなたがもっと幸せです。もし無名なばかり大変を知らせてしまった。春様の失踪、そして鶴姫さんに届く卑弥呼と名乗る謎の声。謎の声ではありません。私は天を照らす日輪の光に導かれてここへ来たんです。重勇士に残るわけです。王教世様、我は砂と共に育つ。我らの自由はここにある。この勢いで一気に発動しましょうぞ。
戦場に拉致を渡した。さあお急ぎを。おやっさんすら寄せ付けない危険区域、そこがそうだ。ひるむなぞ、ひるやそれと騎馬兵器だ。砂塵に鍛え上げられしこの強靭なる足腰を見よ。天を照らす日輪。もしや僕の推理が正しければ。何を考え込んでいるんですか？全ての謎はキリンジの角に集まり一つの真実に変わる。鶴姫さん、僕の推理を聞いてもらえませんか？さあ自らの手で戦に幕を決めてください。逃げません。ますます勝ちます。ますます代わりに。ちょっと待ってください。おやっさん、お角拝着。山中鹿之助、捜査開始。結論から言いましょう。鶴姫さん、あなたは騙されている。これは卑弥呼巫女詐欺です。卑弥呼巫女巫女、何ですかそれは？僕の推理によると、あれがこうつながって収まって、分かった。全ての黒幕は毛利です。毛利さんが卑弥呼様の代わりに光で照らしたということですか？違いますって。仕掛けは分かりませんが、きっと卑弥呼の声とやらも毛利の策で間違いありません。毛利さんが卑弥呼様の伝言を私に？はい、日輪、安寧、駒、我、いくつかの手がかりが下手人をそう示しています。鹿くん、もしかして卑弥呼様は偽物だと言っているんですか？こうなったら直接毛利を問い詰めるしか。落ち着いて聞いてくださいね、鶴姫さん。まだ卑弥呼様は偽物だと言うんですか？だって卑弥呼のお告げは毛利にとって都合のいいことばかり。おかしいとは思いませんか？でも信じられません。卑弥呼様は乱世を治めるために私を導いて。春様の謎の失踪、そして鶴姫さんを使った雨子攻め、この2つの事件はつながっていると思います。鶴姫、惑わされてはなりません。そのものを止めなさい。卑弥呼様。毛利に近づいた途端に偽卑弥呼の行為ですか？おやっさん、これはいよいよ怪しいっすね。待ってください。いざ侵入した途端に盛大なお迎え、もう完全に黒っすね。鹿くんが勝手に入るから皆さん驚いてるだけです。毛利、お前はそれなりに包囲されている。おとなしく誘拐した春様を返せ。見当違いのいいところ、恥を知るがよい。すみません毛利さん、ほら鹿くんの勘違いなんですよ。卑劣だ。このような場所から攻撃を。卑劣できる。策にかかった女どころか。こう見えてそうなのでな。いやいや、取り戻ったの。主人公は誠は早から自分の勝ち。この時は卑劣が他人に敵人となれば俺たちは敵だった。鶴姫、卑弥呼の名のもとに信託を授けます。その者を止めなさい。殺しても構いません。卑弥呼様、私分からなくなりました。なぜそんなひどいことを言えるのですか？卑弥呼の名をもってしても
もはや我の言葉を聞き入れぬか。使えぬ小娘。なんだ光が目が壁が迫って卑弥呼様、答えてください。卑弥呼様。もうよいな。やかましいカンナギよ。貴様の言う卑弥呼など元よりおらぬ。毛利さん、何を言っているんですか。開き直ったっすね、下手人毛利。鶴姫さん、これが真実っす。失策にすがるはもういい。切り捨て次を撃つまで。私が危なくなったら助けてくれるのでしょうか。宵闇の羽の方。我らが奮い立たねば最後の場まで失うぞ。万丈が駒のしたたかさ思い知るがいい。天よ、この天空日輪を結びたもう。輝き降り注げ光の加護。秋を日の本の中心に。それが我ら毛利の大願ぞ。さあ、貴殿も日輪信仰に帰依するがよい。捨て駒よ、損害の報告などせずともよい。お供します。さあ、突っ込みましょう。所詮は捨て駒。我が策にほころびなし。卑弥呼様は本当にいらっしゃらないのですか。嘘かまことか占ってみよ。騙された己の愚かさ加減が見えるであろう。おやっさん、この人全然分かってないっすよ。開き直った犯人は必ず身を滅ぼす。下手人毛利。卑弥呼巫女詐欺の罪でお縄を頂戴する。うわっ、なんすか。もう謝っても許しませんよ、毛利さん。ごめんなさいと言いなさい。日輪よ、絶大なる加護を愚者を照らし浄化せよ。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。貴様を手駒に邪魔者らを消すつもりであったな。乙女が負った心の痛み、ドドンと1万倍でお返しします。我の策通りに動いていればよいものを。全く捨て駒にもならぬ死に駒よ。私は卑弥呼様の大先輩のお声を聞いて導かれていたと思っていたのに、辛くて悩んだ時も私はあの方の卑弥呼様の言葉で立ち上がる勇気をもらいました。計りごと良いわ。次の策に移るまでよ。違います。私が聞いたお声の中にはきっと本当の卑弥呼様もいたはずなんです。これでは敵方にて白い旗が不足してしまいますな。このような願物貴様に触れてやる。者ども、動力炉を破壊せよ。何にすがりどう思おうが貴様の勝手よ。だが我に手向かうならば捨ておけぬ。あなたにはきっと一生わかりません。でも私は信じます。本物のお声が届いていたと。鶴姫さん、僕そういう熱いの嫌いじゃないっす。しかし元就様、まだ我らに兵が。姫よ、鶴姫。今のは卑弥呼様。今の響きは何だ。我は何もしておらぬぞ。
この鹿之助の名推理が今日も一つの真実を導き出してしまいましたね。推理といってもそれは結局人を疑うことです。え？あなたは人を信じる大切さを身をもってズズーンと知るべきです。僕も行きますね。戻らないと春様を探しに。あれ、ちょっと親さんどこ行くんすか？シカ君こそどこへ行くんですか？私はもうズバッと占いましたよ。アマゴさんはこちらです。そうなの？さあ大鹿様、いざギュギュンと南です。待ってくださいよー。